もし今から会う約束をしているネットの知人があなたを殺すつもりだったら、2013年11月2日、アメリカ・ミネソタ州ロチェスター、ホテルの一室に足を踏み入れたのは、どこかぎこちない様子の男女2人。男は不敵に笑いながら、一言こう言いました。始めようか。はい、よろしくお願いします。緊張の面持ちでうなずいたその女性は、ローラ・サイモンソン。落ち着かない様子の彼女をよそに、男は持参したスーツケースを床の上で開きました。その中から姿を現したのは、首輪にロープ、猿グツワなど SM プレイ用のグッズの数々。ローラはこの男がネット上に載せていた性奴隷募集という投稿に応募し、ここへやってきたんです。男に命じられためらいながらも背中で手首を重ねたローラ。男は彼女に手錠をかけ猿グツワをかませます。ここまでなら SM プレイ界隈では珍しくない光景なのかもしれません。しかしこの後の男の行動は明らかに異常だったんです。男はロープを手にすると、 SM プレイを約束していた男に殺害されてしまった女性。性奴隷募集の投稿に応募した彼女が体感した恐怖の時間とは。男が探していたのは過激な行為のパートナーではなく、快楽のままに命を奪える相手だったです。大沢健ちゃんです。いやみやみかん、あなた知ってる？大谷翔平さんっているじゃない。本当にすごい人だと私は思うの。実際すごい。ホモサピエンスとして。あなたさ、あんまり野球興味ないじゃない。それでも大谷翔平さんのことすごいって思う。前人未到の記録を打ち立ててる時点で私はもう本当にすごいって思うんだけど、誰に比べるでもないと思うんだけど、あなたそれぐらい尊敬してる人いる？長えな前振り。そりゃもうね、ヤミコさんですよ。そりゃもうボケ始めたんで終わります。今回ご紹介するのはアメリカ・ミネソタ州で起こった殺人事件について。犯人はネット上で性奴隷募集という投稿をしており、これに応募した女性が殺人の被害に遭ってしまったのです。そもそんな募集に応募する人がいるわけ？そういう趣味を持ってる女性がいたってことよね。そうなんです。同じ性的指向を持つ人々同士の集まりみたいなのがあって、ある程度女性の方も危険だなって分かりながら言ってたんですけど、行ってみるとその女性の方が想像している以上に危険が待っていたんです。女性はある日、家族に置き手紙を残して姿を消します。彼女は見知らぬ男と出会った後、命を落としてしまうんです。最後の家で。2013年11月2日、アメリカ・ミネソタ州ファーミントン。また家出？年配女性のメアリーは娘ローラ・サイモンソンの部屋に入るなり大きくため息をつきました。テーブルの上にはローラの置き手紙。家族や子供たちに負担をかけたくないので家を出ます。長くうつ病を患っているローラはこのところ特に症状がひどく家出を繰り返していました。原因は13歳の娘アリッサ。シングルマザーのローラは元夫と親権を共有しており、7人の子供のうちアリッサとだけ一緒に暮らしていました。アリッサは幼い頃プールでの事故で脳に損傷を負い、介護が必要な状態だったのですが、約5ヶ月前に亡くなってしまったんです。数年間一人で彼女を介護してきたローラは悲しみに暮れ、足首にアリッサの名前と誕生日のタトゥーを刻みました。そして同時に彼女は家出を繰り返すように。もはや家族もローラの家出には慣れっこで、今回もまたすぐに帰ってくるものだと思っていたんです。家族も心配しなくなるほどって相当な回数家出してたんじゃないの？ただ今回の家出の目的が普段とは異なるっていうことがオンラインの履歴から判明したんです。ローラが家出してから3週間が経った11月22日、彼女の友人から母親のメアリーの元へ連絡が入りました。さすがに3週間も連絡が取れなくなるのはおかしいですよ。警察へ届け出た方がいいと思うんです。友人はローラと頻繁に連絡を取り合っており、たとえ家出中だとしても今回のように音信不通になったことはないと話したんです。母親のメアリーはその足で警察署へ向かいました。そして警察が捜査を開始すると、ローラは携帯電話と銀行カードを家に置きっぱなしにしていることが判明。ただの家出ではなく、何か良くないことを考えているように思えたんです。またローラは自身の行き先について一つ手がかりを残していました。オンラインの履歴を調べると、彼女は BDSM の出会い系サイトに登録していることが分かったんです。 BDSM っていうのはよく言う SM とは違うわけ？ SM プレイの中でも分類があるみたいで、この BDSM っていうのは特に高速具を使うものっていうことらしいんですよ。というわけで本日のメトラキーワード BDSM について。BDSM とは拘束を意味するボンデージと規律や罰を意味するディシプリン、そしてサディズム、マゾヒズムの頭文字を合わせた言葉。支配と服従、拘束、痛みなどを通じて性的快感を得る行為を表します。そう聞くと物騒に思いますが、 BDSM の世界では行為の安全性が重視されており、この言葉を発したら行為を止めるというセーフワードが決められています。他にも窒息の可能性がある首周りの拘束は行わないなど、事前に安全対策のルールを作っておくことが鉄則となっているんです。サイト内でローラが頻繁にやり取りしていた相手
手はミスターハンドカフスと名乗る男。手錠を意味するそのハンドルネームを表すように女性を拘束するプレイを好む彼はサイト上に次のような投稿を載せていたんです。24時間365日完全服従の奴隷を募集します。24時間365日完全服従。これはプレイとかの域超えてるでしょ。こんな投稿を見ても普通は冗談としか思わないですよね。果たして応募した女性はどのような結末を迎えるんでしょうか。2つのスーツケース。BDSM のサイトで奴隷を募集していたミスターハンドカフスと失踪したローラがやり取りしていたことが判明すると、警察はすぐにこの男の素性を調べました。結果、ミスターハンドカフスの正体はウィスコンシン州在住のスティーブン・マーク・ゼリッチだと判明。警察が事情聴取を行うと、彼は次のように話しました。ローラとはサイト上でやり取りしていましたが、実際に会ったことはないですよ。ゼリッチの供述通り、2人が実際に会っていた証拠はなく、彼の落ち着いた様子からもローラの失踪には無関係に思えたんです。そうなると他に手がかりはなく、捜査はそこで頓挫してしまうかに思いました。しかしローラの失踪から約7ヶ月後の2014年6月15日、事態は急展開を迎えるんです。その日、ウィスコンシン州ジュネーブで芝刈りをしていた作業員が道路沿いに捨てられている2つのスーツケースを発見。大量のハエが群がるそのスーツケースの中には腐敗した女性の遺体が入っていたんです。黒いスーツケースに入っていた女性の遺体は全裸で両手を後ろで縛られ、首にロープ、口にはサルグツワをかまされた状態。そしてその遺体の足首にはアリッサという名前と誕生日のタトゥーが。そう、遺体の女性は紛れもなく行方不明のシングルマザーローラでした。さらにもう一つのスーツケースにも黒いゴミ袋に包まれた女性の遺体が押し込まれており、連続殺人の可能性が浮上したんです。亡くなり方がひどすぎるんだけど、これはそういう最中に亡くなったってこと？そうなんです。そして犯人は事件当日にある行動をしていたことですぐに特定されるんです。ローラの遺体発見が報道されると間もなく、ミネソタ州ロチェスターのあるホテルの支配人から警察へ連絡が入りました。亡くなった女性は去年の11月2日、当ホテルに宿泊されています。支配人の言う11月2日はローラが置き手紙を残して家出してしまった日。彼女は男性と2人でチェックインしたはずが、チェックアウト時には男性が1人になっていたため、支配人も不審に感じていたというんです。そしてローラと一緒に宿泊していたその男性はチェックアウトの際、複数のスーツケースを運び出していました。ホテルの監視カメラに映っていたのは、一人にしては明らかに多すぎる荷物を運び出す男の姿。その男はローラが BDSM のサイトでやり取りしていたゼリッチだったんです。警察は直ちにゼリッチを連行し取り調べを進めました。ゼリッチの同僚は駐車場で彼の車に近づいた際、トランクから異臭がしたと証言。さらにローラの首に巻かれたロープからゼリッチの DNA が検出され、言い逃れは不可能な状況に。こうして遺体発見から12日後の2014年6月27日、警察はゼリッチを逮捕したんです。スーツケースはローラの遺体が入ってるもの以外にもう一個あったのよね。それはゼリッチがもう一人殺してるってこと？そうなんですよ。女性を死に至らしめるほどの過激な行為を繰り返していたゼリッチ。彼はその異常性を隠すため、ある肩書きを利用していたんです。邪悪な男の隠れ蓑。ローラを殺害した犯人のゼリッチはウィスコンシン州ウェストアリス警察署へ勤めていた元警察官。彼はその警察官という権威を女性を連れ出すために利用していたんです。警察官として勤務していた頃、ゼリッチは頻繁にストリップバーへ出入りしていました。なあ、この後俺とどう？制服姿のまま店を訪れた彼はそうやって女性をナンパし、たびたび自宅へ連れ帰っていました。ゼリッチが警察だと知ると安心してついていく女性も少なからずいたんです。しかし彼の正体は過激な性的思考を持つミスターハンドカフス。何の説明もなしに手錠をかけられ、首絞めなどの危険なプレーを強いられる女性もいれば、檻に閉じ込められ何日も放置されたという女性も。警察には複数の女性からストーカー被害の報告も寄せられており、ゼリッチは調査にかけられることに。ただ結局彼は調査が始まる前に自主退職したため、この時は特に追及を受けていないんです。この時点では死人が出てるわけでもないし、警察も動けなかったのかしら。被害が出てからじゃ遅いんですが、性被害やストーカーまでなら言い逃れも難しくなかったのかもしれません。この後ゼリッチはローラより前に殺害されていたもう一人の被害者と出会うんです。BDSM に夢中になっていたゼリッチは以前にも行き過ぎたプレーによって女性を殺害していました。その人物はゼリッチが2年にわたってやり取りを続けていたオレゴン州出身の少女ジェニー・ガメス。幼い頃に両親を亡くし里親の元を転々としている少女でした。2012年8月、ジェニーと数回の BDSM プレーを交わした後、ゼリッチは彼女をこう誘ったんです。ウェストアリスで俺と一緒に暮らさないか。当時保護者と呼べる存在もいなかったジェニーはゼリッチのその誘いを快諾。しかし当然のごとくゼリッチはただジェニーと同棲したかったわけではありません。今までの知り合いとは縁を切ってほしい。そう言うと彼はジェニーに対し SNS のアカウントや知人の連絡先を削除するように命令。そしてその家でジェニーを檻の中に閉じ込めたんです。
お願い、もうここから出して。すっかり正気を失った声でそう訴えるジェニー。彼女が檻に閉じ込められてからもう何ヶ月が経っただろう。ジェニーもまたゼリッチと同じく BDSM を趣味にはしていたが、さすがにこの監禁生活は行き過ぎていた。首輪と手錠を装着されたままほぼ24時間檻から出られないその暮らしでは、自分の意思で食事や排泄をすることさえ許されない。唯一檻から出られるのはゼリッチが BDSM のプレイをしたい時だけ。よし、今日はとっておきのプレイをしよう。そう話すゼリッチの手には拘束用のロープが握られていた。そしてジェニーを檻の外へ引っ張り出すと、ゼリッチは彼女の首にロープを巻きつけた。ちょっと待って。そう、彼が行おうとしていたのは BDSM の世界でもご法度とされているロープを使った首絞めプレイ。その顔最高だ、もっと苦しめ。顔を歪ませてうめくジェニーの姿に興奮したゼリッチはロープを引っ張る手にさらに力を込める。彼は嬉しそうに笑いながらプレイを続けていた。目の前のジェニーが息をしていないことにも気づきもせずに。その後ジェニーが亡くなっていることに気がついたゼリッチはパニックになりながらも遺体を黒いゴミ袋に入れ自宅の冷凍庫に押し込みました。それから約1年、ジェニーの遺体は冷凍されたままになっていましたが、彼女に保護者がいなかった関係から捜索もされず事件は明るみに出されなかったんです。そしてジェニーが亡くなってから約1年後の2013年11月2日、ゼリッチは BDSM のサイトで知り合ったシングルマザーローラと行為に及びました。この時もゼリッチはローラの手首を後ろで縛り猿ぐつわを噛ませた状態で首絞めプレイを実行。苦しむ彼女を無視し続けた結果窒息死させてしまったんです。女性を檻に閉じ込めてるとかロープで縛ってるとか、想像の上を行き過ぎてて全く理解できないわよ。しかも一人殺しても懲りずにまたもう一人殺してますからね。普通は相手が死んでしまったらどうしようとか怖いとかって思うはずなんですけれども、ゼリッチは一度目の犯行で感覚が麻痺してしまったのかもしれないんです。犯行後、ゼリッチはジェニーを殺害した時と同じようにローラの遺体も自宅に隠しておくつもりでいました。しかし冷凍庫はすでにジェニーの遺体で占領されている状態。ゼリッチは仕方なく車のトランクにスーツケースを放置しますが、充満し始めた腐敗臭に耐えられず2人の遺体をまとめて遺棄したんです。2016年3月30日、ゼリッチは1人目の被害者ジェニーについて過失致死罪で有罪となり懲役35年の判決を下されます。翌年には2人目のローラについて第2級殺人2件の死体遺棄罪でも懲役が追加され、最終的には懲役70年となりました。ゼリッチに仮釈放の可能性はなく、この判決は事実上の終身刑。2人の命を奪ったことを思えば当然と呼べる結果でした。 SNS やマッチングアプリでの出会いでは相手の素性がわからない部分も多く、ゼリッチのように危険な犯罪者が潜んでいるケースもゼロではありません。危険な目に遭わないために僕らにはどのような対策ができるでしょうか。あなたはネットを通じて知り合った相手に危険を感じた経験はありますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんと、アルゴメトリー、恵比寿に、シーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高のシーシャは作りつつも、店内流してる曲を、流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか、聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな、大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでにシーシャバーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿のシーシャバーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、シーシャを作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところでシーシャが好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、シーシャバーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いたシーシャバーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、ふらっと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには、シーシャ好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに、最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味シーシャの経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方
方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、まあお客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。